日曜日が一番なんか疲れが取れないというか、なぜか休めるはずなのに休めない橋本病ってことで診断されました。検診を受けて細胞診って形で検査に回した時に、もう悪性ですから、はい、受け止めてくださいっていうような形で。はい、それではがんノートをスタートしていきたいと思います。今日のゲストはクイビラさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい。クイビラさんがですね、マスクをつけての配信となっております。ちょっとマスクをつけている理由だけ最初にお伺いしてもいいですか？はい。私ちょっと気圧に昔から弱くて、ちょっと喉がイガイガしてしまうので、ちょっとそれ避けるためにマスク着用させて、お話しさせてください。すみません。かつあれですよね。やっぱ甲状腺がんということで、ちょっと甲状腺も取られているっていうことも。そうですね。ちょっと喉が痛くなりやすい。はい、痛くなりやすいということで、ちょっと、今回、マスク着用での収録となっていることをご容赦いただければと思います。はい。それではですね、ちょっと、がんノートの紹介も含め、私の紹介も含め、ちょっとしていければと思います。岸田と申します。がんノート代表理事をしております。私もがんの経験者でございます。そして今日のゲストですね、クイビラさん。はい。この漢字を書いてクイビラさんということで、クイビラケンキさん。そうです。はい。ですね。ちょっと簡単に自己紹介をお願いできますか？はい。クイビラケンキと申します。フィリピン出身と書いてあってね、それも外国人かなっていうふうに思われるかもしれないですけども、生まれがフィリピンになります。で、東京に今住んでいて、29歳です。で、今は、仕事をしながら、大学院、今休学中ですけども、ちょっとしながらやっています。趣味は簡単に書いたんですけども、絵描くことや、トランプマジックやったりとかっていうことになります。はい。そのね、クイビラさん。はい。フィリピンのご出身ということは、お母様かお父様がフィリピンの方？実は両方とも日本人でして。そうなんですね。たまたま私だけ生まれたという。生まれたそう、生まれが。フィリピンだったということですね。はい。ありがとうございます。はい。フィリピンにね、行ってる時にちょっと生まれた。はい。はい。そんな中で今日はね、クイビラさんの、ちょっとお話をお伺いしていくんです。このようなね、ちょっとペーシェントジャーニーというより、ちょっと紆余曲折のこの、図を使ってお話しするんですけれども、吹き出しなどはこのような形となっております。また、個人の経験談でございますので、特定の治療を推奨しているわけではございません。何かございましたら、主治医の方にご相談いただければと思います。という中で、クイビラさんの、ペーシェントこんな感じになっておりますが、はい。クイビラさん、これ作ってみたとき、なんか振り返ってみてどうでした？一番闘病した時が、27からなんですけども、なんか自分ってどんな、そうです、27ぐらいからどんなことを大切にしてきたんだろうとか、なんかその前からどんなことを大切に自分してきたのかなっていうのをすごく振り返れる機会でしたね。そんなね、中で初めにね、どんな項目が出てくるかと申し上げますと、次こちら。はい。福祉の相談医として働くとありますが、福祉のお仕事をなんかご自身でやりたいなと思われたんですよね。そうですね。大学卒業して、1年間だけ専門学校に行ったので、23っていうのがね、1年間学があるんですけども、本当に自分がやりたいことっていうのが相談員だって当時思ってたので、念願の仕事だったかなって思って働くのがこの時期になりました。23歳ね。はい。そしてそのね、中で大学院まで行かれていくということで、結構大学院も、なんでしょう、なんか勉強しようと思われたんですね。もともと大学院に、海外の大学に実は進もうって持っていて、ただコロナ禍があったじゃないですか。ので、ちょっと海外に行くのはどうかなっていうふうに思ったので、何か自分のやりたいことを、しかも相談員の、自分の念願の相談員もしつつ、自分のやりたい研究もできると思って、夜間に大学院に行くことを決めました。その大学院に行くことを決められて、夜間で、だからお昼は働かれて、夜間に大学に行ってっていう。そうですね。そういう状況で大学院に行かれていき、そしてそんな中でですね、ちょっとここからだんだん下がっていきますが、これは疲れが取れない。そうなんです。これはなかなか起きても疲れたなみたいな感じ。そうですね。岸田さんもおっしゃってた通り、お昼というか5時までお仕事して、6時半から仕事に、大学院に行くことになるんですけども、なんか本当に、平日はずっとそのルーティンというか、平日ずっと
その月から金までそのような形で、で、土曜日は仕事たまに入る時もあれば、お休みの時もあるんですけども、で、基本日曜日がお休みなんですけども、日曜日が一番なんか疲れが取れないというか、なぜか休めるはずなのに休めないっていう感じがすごく続いたのが、この時でした。そうか、日曜日は一番こう元気なはずなのに、そこで全然疲れが取れないそうですね。状況であると。はい。いうことで、まあなんでだろうっていうことはこの時ですね。はい。で、その中で次にクリニックで橋本病の診断を受けられていく。はい。なんか疲れが取れないからちょっと近所のクリニック行こうかみたいな感じですか？そうですね。まあ、ちょっと今、実家で過ごしていたので、クリニック、何でしょう。ごめんなさい。疲れが取れないなってことを、まあ、実家暮らしであったので、まあ、母親に、当時言ったら、ちょっと、思い当たるところがあるから、ちょっとクリニック行ってみないかってことを言われて、まあ、何もなければ別にいいし、一応血液検査で、測ってみようよみたいなことも言われたので、まあ、そこで、橋本病ってことで診断されました。はい。ちょっと橋本病ってちょっとあまり聞き慣れないんですけれども、どんな病気なんですか？はい。自己免疫疾患の一つで、甲状腺を攻撃してしまうことで、まあ、そこが腫れて、甲状腺、まあ、喉元が腫れてしまったりとか、まあ、それこそ疲れが取れなくなってしまうっていうような病気になります。はい。そっか、それでもう橋本病なんじゃないかということで、はい。まあ、それでね、まあ、ちょっとどうしていくか、初めて聞かれますもんね、その病気もね。自分もはい。どうしていくか、その時に次はこちらになります。専門病院へ、そして願告知とありますけれども、ここからクリニックから次の病院紹介されていくわけなんですかね？そうですね。甲状腺の専門の病院の方に紹介されてまして、まあ、その中で、可能性として、まあ、先ほどの橋本病以外にも、甲状腺がんのリスクがあるんじゃないかということで、専門病院に紹介されました。はい。だから、あれですよね。これ、がんの専門病院じゃなくて、甲状腺とかそういったものを使って専門病院。そうです、そうです。甲状腺だけの、もう、甲状腺の疾患の方だけが来る病院に紹介されました。そういう病院があるんですね。ありました。はい。まあ、そこに、紹介されていった時に、そこでいろいろ検査を受けてから願告知受けられるんですか？そうですね。首元のところがまず触診って形で触られて、まあ、腫れてるよってところを受けたりとか、あとはエコー検査って形で中身見たりとかして、まあ、一番は細胞診って形で、検診を受けて、なんか本当に触っていくうちにもうなんかお医者さんも、いやもうこれはもう癌なんじゃないかなってことはもうおっしゃってたんですけども、まあ、確信持ったのは細胞診って形で検査に回した時に、もう悪性ですから、はい、受け止めてくださいっていうような形で言われたのが、はい、きっかけでした。はい。受け止めてくださいですけど、なかなかそんな受け止めるの難しかったですかね。かなと思うのですが、ただね、なんかなんかよくね、がん告知してガーンって下がるみたいな感じじゃなくて、ちょっとまあ、なんでしょう。そこまで下がってないようにちょっとまあ、お見受けするんですけど、これはなぜですか？実は、その年の、1月に友達を癌で亡くしていて、すごく癌がすごく身近にあって、それが一番ショックだったんですよ、自分の中で。なんか癌ってなくなる時代なんだとか、それこそ20代で願告知受けた友達がいたので、なんかその子よりは楽でいようというか、本当に、はい、そういうところがありました。そっか。そのご友人のことがあって、まあ、ちょっとまあ、自分はそれであれば受け止めていこうと。落ち込んでる場合じゃないかなっていうふうに、その友達のためにも自分が落ち込んでる場合ではないかなっていうのをその時は感じていました。はい。まあ、それで自分を奮い立たせて、このね、治療を受けていく。そんな中でちょっとだけ上がっていくのが、これが、はい。推しがなんで上がるのって感じですかね。ほう。まあ、なんでしょうね。流行に、なんかもともとコロナにかかんなかったのが不思議なぐらいだと思うんですけど、まあコロナ禍流行してて、なんか流行に乗れてないのかなって思った時に、まあコロナに感染しっていうすごい、なんか自分にとっては、まあ嬉しかったわけじゃないですけど、なんか、自分もコロナ感染するんだみたいな。っていうのは実感、自分もそう。
っていうのを実感したので、ちょっと上がったっていう。なかなか稀有な。ちょっと変な感じですけど。ね、コロナ感染をね、こうされてちょっと上がっていったうん中での、ちょっと下がっていきます。はいそれは、そうですね。手術、そうですね甲状腺全摘ということで、はいもう手術していこうという流れになるんですかね。そうですね。お医者さんから、手術は必要だなってことは、その、がん告知受けた時にもされて、なんか入院する前に一回お医者さんとの面談があるんですけども、その時に甲状腺を全部取りましょうみたいなことを言われて、さっき自分は友達のためにも元気でいようと思ったんですけど、すごく自分の中で甲状腺を全部取るっていうのがすごく衝撃的でして、というのも臓器を1個取るっていうのがすごく衝撃でして、甲状腺ってなんか半分取るっていうのもできるみたいなんですけども、私の場合はお医者さん曰くはもう全部がん化してるから全部取りましょうっていう判断をその入院する1週間前に言われたんですよ。それがちょっとショックだったのでズンと下がってしまったっていうのがありました。全部取るっていうのはね、ちょっとは残してくれるんじゃないかって期待してました。はい。はい。全部取ってみてどうでしたか？どれぐらいのはい。手術、もう数時間なのか、はい結構時間かかるのかというと、どれぐらいなんですか？全身麻酔してたので、手術の時間は自分の体感ではわからないんですけども、自分がもう次にもう目覚ました時には、もうベッドの上で仰向け状態になっていて、で、看護師さんに聞いた話だと、もう普段の手術の2倍ぐらいちょっとかかってしまった。全部取ったっていうところもあるし、ちょっとそれ以上の臓器、副甲状腺と呼ばれるちょっと違う臓器もいじったりとかもあったので、ちょっといろいろと時間かかったよってことはおっしゃっていました。甲状腺の手術って首をどのように切るとか、クリビアさんの時どのように切ったとかってあるんですか？もう首を毎一文字、ここ私隠してますけど、こう切って、でパカって開けて、そこから取り出すっていうの。私もそれ見れてないんでね、記念にね、その甲状腺の臓器の写真を撮られる方も何人かいらっしゃったみたいなんですけど、私の場合ちょっと怖すぎて。もうそう。そんな余裕がなくてって感じでしたね。はい。で、甲状腺を全摘されていかれます。はい、そんな中でちょっとそこからちょっと上がっていくんですよね。それが、ちょっとこちら、放射線アイソトープ治療。はい。これあまり効かない、ものなんですけど、放射線当てていこうみたいな感じなんですか？放射線のカプセルを飲むような形になりまして、なので放射線直接当てるっていうよりも、もうその甲状腺にだけ、放射線を当てて、何でしょう、潰していくと言いますか、がんのなり得るところを治療していくってことで、カプセルを飲むような治療になるみたいです。はい。医療情報に関してはね、皆さんね、しっかり主治医の方に確認していただいたりとか、まず、あくまでの経験なんですからね。はい。そんな中で、これってあれですよね。なんか、隔離されるやつそうです。なんですよね。はい。隔離されました。3日間、4日間ぐらいしまして、その中で、放射線の数値、放射線を飲んでるので、放射線の数値が下がるまでは、集中病棟に出ないでくださいねっていうところを言われて、で、数値が安定したから出たって感じですね。だから病室の、ちょっととある場所に隔離されて、それで放射線の数値を見て、それがちゃんと落ちるまでというか、大丈夫になるまでは出てこれないよ。そうですね。で、数日間ですっけ？そうですね。3日、4日ぐらい。3日、4日ぐらいは、その部屋にいて、いう風な感じなんですね。はい。そんな放射線の治療をされていて、もう最初からこれはもう手術の後それするよみたいな話はあったんですね。もうそうですね。全摘出する人はもうなんかそういう治療があるから、もうなんかセットみたいについてくるもんだから、よろしくねって感じで言われました。はい。ちょっと上がってるのは、さすがに手術よりはちょっと楽だったかなぐらいです。そしてその後ですね、こちら。相談員の任期満了。そうです。この中で、治療の中で相談員の任期満了が来るんですね。そうです。実は5年間で契約切れるよっていうふうに、もう最初から入職の時に言われていて、伸ばすためにもいろいろとね、試験とかもあったんですけども、自分の場合本当に、最初の5年間でしか入れなくて、なんで治療した1ヶ月後にもう、もう辞めることがもう分かっていて、それで辞めて、気持ち新たにってことも含めてゼロにしました。はい。そっか、5年間っていうところで、もうそこのタイミングで任期満了になっていき、そこから、
転職されるわけですね。そうですね。福祉の現場へ。そうですね。もともと相談員をしていて、まあ現場についてもいろんな方にも話聞いていたんですけども、まあたまたま配属された自分がなんか大切にしようと思ったのが、絶対に相談員の経験は無駄にしたくなかったので、まあそこで配属されたのが、まあ現場での、まあ、介護っていう、まあ生活介護っていう障害者の方の介護の分野に転職になりました。はい。はい。障害者の方を介護する。そうですね。現場で、だから結構な肉体労働。そうですね。人にもよるんですけども、自分の場合はその肉体労働も込みで、まあ、あとは、その障害者の方と一緒に生活もするので、そう、なんでしょう。日中、まあ、デイサービスと似たような形で日中預かって、一緒に創作活動したりとか、そういうのやるんですけども、まあ、その中でね、手がこう、使えないからじゃあやろうって時に一緒に手出ししたりとか、あとは中にはね、車椅子の方もいらっしゃいますし、自分よりも体重がね、上の方に対して、肩を貸したりとかもあったので、ちょっと肉体的にも来るようなことも、はい、ありました。はい。そして、そんな中でですね、まあ、ちょっとまたこれも下がっていくんですよね。それが、コロナの感染、2回目。2回目になっちゃいました。そう。これは約1年後？約1年後でしたね、本当に。1年足らずぐらいになって、本当に、まあ前の時は、なるんかって思ったんですけど、この時は、ちょっと後遺症がすごく出てしまって辛くて、最初冒頭に伝えたように私すごく気圧の変化が弱いっていうふうに言ったんですけども、それがすごい顕著に出て、すごい喉の痛みがずっと、出てしまって、あと熱が下がらなくて、1回目の時は37度台だったんですけども、2回目の時39度がずっと続くような形で、なんかいつ熱が引くのかわかんないぐらいで、自宅療養って5日間でしたっけ ?5 日間ぐらいだったかな、今どうなってる？今はなんでか、はい。なんかそのギリギリまで熱が下がらないっていうぐらいになったので、ちょっと本当に死んでしまうんじゃないかなってちょっと思っちゃうぐらい、なったので、ちょっと下がったって感じですね、自分の中でも。けど、そんなもう、いつ下がるかわからない、でもこれぐらいなんですね。まあ、もっと下げてもよかったかもしれないですけど、まあ、手術した時と、まあ、治療した時ぐらい比べたら、まあ、これぐらいかなっていうぐらい、いいかなっていう。そのまた違うね、もう1年足らずでもう次になっていかれまして、そして、その次がこちら。アイソトープ治療。あれこれさっきやりませんでしたっけ？もう一回やるよってなって、まあ、その癌の組織が残ってるっていうことをちょうどコロナの感染した後に、お医者さんに言われて、全摘したんじゃないですか、ここで。そうなんです。全摘して、アイソトープ治療っていう放射線の治療もしたから、自分もてっきり治療ないって思ってた矢先に、お医者さんに言われた一言が、治療もう一回やるけど大丈夫ですかって言われました。ので、もう、じゃあ残ってるってことですかって言ったら、そう、残ってそうだから、ちょっともう一回やらないかってことを言われて。残ってそうって甲状腺がどこに残ってそうだったんですか？まあ、なんか首元と、あと私の場合はその甲状腺癌とともに、リンパ節の転移が最初からあって、なのでもうどっかに伝わってるかもしれない。まあ、リンパ節にも、そのアイソトープ治療って有効らしいので、まあ、そこのあたりがちょっと残っているから、もう一回ちょっと治療しないかっていうふうなことを言われて。はい。そうだったんですね。はい。で、アイソトープ治療。これもまたあれですか？やっぱ隔離されていくんですか？この時はちょっと自分もびっくりしたんですけど、通院でできまして、隔離されずに、その、4日間行って、通院するんですけども、3日間は、2日間ぐらいか。数日間は、タイロゲン注射っていう注射を打って、より甲状腺のその治療がしやすくなるようなものをやって、で、3日目ぐらいに、そのさっき話にも出したカプセルを自分で飲んで、で、数値が下がるかどうかっていうのは、一旦測るけど、まあ、下がってない前提なので、まあ、その中で気をつけないといけないことだけ守って、あとはもう好きに帰ってもいいし、なんならその後に仕事する方もいらっしゃるみたいなんですけども、まあ、私の場合はちょっとその後に絶対仕事は多分体力落ちるなと思ったので、1日ちょっとお休みいただいて、したって感じですね。その気をつけないといけないことって例えば何なんですか？すごいわかりやすい例だと、公共のトイレは使わないでくれっていうふうに言われました。
公共トイレ。はい。なんで？っていうのは、やっぱり放射線物質を自分が含んでるので、それが便として、出てきた時に、放射線物質が、便として残ってしまって、それを他の人がね、放射線物質を取り入れてしまう、過剰に摂取してしまうことになるので、それはちょっと控えるようにしてくださいねっていうふうに。もしね、行きたかったら2回ぐらい回してもらえたら、放射線物質多分ゼロにはならないけど、減っていくから、どうしても行きたくなったら2回、ちゃんと流してね。流してねっていうふうに。そっか、放射線物質が、排出物に残っちゃうから、はい。それを、次使った人が、微量ながらちょっと浴びちゃうかもしれない。浴びちゃうかもしれないから。はい。気をつけない。そう。自宅では大丈夫？自宅では、実家暮らしで、トイレが2個あるので、1個だけ私専用のを作ってもらって。そういうことね。はい。どれぐらいの期間、通院ってどれぐらいの期間やるんですか？数ヶ月レベル？そうです。もう通院はもう1週間。月曜日から木曜日かなだったんですけども、その後に、数値もう一回測ろうっていうのが、その翌週に来るような形になってまして、で、ちょうどその翌週の時に、放射線のその数値とともに、あとは、癌の疑いがある数値も測るんですけども、それが大丈夫だよってなった時に、もうじゃあ、あと3ヶ月後にまた会おうね、みたいな形で。じゃあ、治療期間はもうその1週間そうですね。ぐらいでってことなんですね。でした。で、そしてですね、そのことをされていった後に、退職。そうなんです。実は現場を退職することに、ちょっと早いんですけど、半年間ぐらいしかちょっと入れなかったんですけども、はい、ちょっと体力が自分の中で、さすがにちょっと治療が2回もあるなっていうのを、ちょっと精神的にも来てしまったのと、あとはちょっと介護って部分が、ちょっとなかなか接することはないですけども、体重が自分より上の方を見るときに、一緒に、共倒れというか、介護なので、自分だけが倒れだったら全然いいんですけど、利用者さんと一緒に、倒れてしまって、何か事故になる前にできることは何かって時に、じゃあ自分からもう退職した方がいいんじゃないかなって自分は当時思ってたので、ちょっと半年っていう期間、ちょうど使用期間が半年っていうこともあったので、ちょっと自分は体力的にもちょっとしんどいのでってことで引いてしまったっていうところですね。体力的な部分ね。そんな中でですね、ちょっと上がっていきます。それが、経過観察で、そうなんです。この後の数値は問題なさそう。そうですね。数値は変動するもんだけども、ですけども、その時点では大丈夫だし、治療も2回やってるから、経過観察っていう形にしよっかって言われたのがこの時期でした。はい。そうなんですね。経過観察で。この時にもう、やったっていう形ですよね。ご自身としては。そうですね。よく言われてるのが、がん告知受けて、経過観察になってから5年が勝負。甲状腺に関しては10年ぐらいっていうふうに、よく言われてるんですけども、じゃあ、やったってともに、何かちょっとしたいなってことも思いまして、実はこの経過観察でって書いたんですけども、その後に自分で甲状腺の当事者の団体を立ち上げることになりまして、なんでちょっとそういうところでもあって、ちょっとグッて上がってきたところもあります。その団体を立ち上げられようっていうのは、やっぱ、仲間の経験をみたいな形なんですかね。どうなんでしょう。そうですね。本当に、甲状腺って自分の中でも思っていたのが、女性に多い病気っていうのはすごく自分でも思っていて、調べていくと、女性が10人に1人で、男性が40人に1人、甲状腺の疾患になるみたいなんですけども、私自身男性っていう性で生まれて、40人に1人っていうところもそうですし、若くしてこういう甲状腺がんっていう闘病を患ったので、何かしら伝えられることがあるんじゃないかっていうふうに思って立ち上げたっていうところになります。そっか。確かに男性で甲状腺がんって、そうですね。女性の方がよく聞きますよね。ので、すごい、それが微々たる確率なんじゃないかとか、それこそ私初めての入院の時に、調べて、20歳甲状腺がんっていうのを調べて、たまたまこのがんノートさんも発見するんですけども、その時に、ちょうど男性って、で、甲状腺がんで20代になるっていうのを調べたら、0.002%。なんで10万人に1人いるか、2人いるかぐらいの確率だったので、じゃあこういう確率で自分がこういう病気に、
選んでもらったというか、なったので、何かしらできるんじゃないかってことでやっています。はいじゃあその団体はなんか検索したら出てくるんですか？まだちょっと知名度は低いので、まだこれから頑張っていこうかなっていうふうに思っています。そうですね。じゃあ、しっかりこう、告知できるようになったら、そうですね。またちょっと教えてください。ありがとうございます。はい。そしてですね、その中で、ちょっとまた下がっていきますが、それは学童指導員になる。そうなんです。ほう。下がってるのはなんでかっていうのと、学童指導員ってどんなのかって、ちょっといろんな疑問が出てくるんですけど、まず学童指導員ってどんなお仕事ですか？放課後の、小学生の子供たちに、保育として預かる場として、学校の中に、学童とか。学童って言われますね。それがあると思うんですけども、そこの、先生っていう、そうです。見てくれる人。見てくれる人。先生ですかね。それ学童指導員っていうんですね。そうです、そうです。で、学って下がったのは、決して学童がちょっと嫌だったわけじゃなくて、自分の、そうです、そうなんです。自分の体力が経過観察でイエイってなった瞬間に、また熱が出てしまって、その時期に。なんでコロナのその2回目と同じなんですけども、なんか私ってなんかすごい免疫力下がると熱が上がるんだなっていうのをちょうど思って、何でしょう、学童っていうすごい自分の中で楽しいなと思ってるけど、ちょっと自分体力的に下がったのがこの時期でした。そうなんですね。タイミング的なところでってことなんですね。学童も体力使いそうですけど大丈夫ですか？すごく職場の環境も良かったりとか、あとはちょっと疲れやすいなと思った時に、リーダーって呼ばれる存在が学童の中にもいるんですけども、そのリーダーさんに、ちょっと今日、それこそ外にね、出たりとかもあると思うんですけども、ちょっと外に行くまでの元気がないので、ちょっと中にいてもいいですかって言ったら、じゃあいいよ、中遊びの、保育というか、見守りでもいいからね、っていうふうな話も受けて、すごいやりやすい職場では、そうなんですね。あります。じゃあ今はそれをされているっていうことですね。そうですね。はい。そっか。で、そんな中でちょっと上がっていきます。これは、正規から非正規、逆じゃない。非正規から正規へが上がるんじゃないの？普通は。と思うんですけど、私の中では、確かに給料面では、ね、それこそ下がっちゃうので、ズンだと思うんですけども、体力面ではすごく上がってきたかなっていうふうに思ってまして、非正規だと、正規だと、いわゆる9時から5時。学童に関しては、11時から、6時、7時までお預かりするんですけども。そんな長いんですね。そうです。もう午後が長い。なので、お昼からもう夜の7時ぐらいまで子供を預かるので、そこはちょっと体力なくなってしまったなって思ったので、その半分、私にとっては、午後の、夜にならないぐらいの6時ぐらいまで、ちょうど子供たちがほぼほぼ帰るタイミングの時に自分も帰れるので、体力的にもちょうど、温存できるぐらいになったので、何でしょう、確かに給料面はね、安くなってしまうんですけども、体力で見たらすごく楽になったので、ここ上がってるっていうところに。そういうことね。なります。そっか。だから体力的なところでちょっと上がってきてるってことなんですね。そうですね。そして今がボランティア活動。そうです。どんなことされてるんですか、ボランティアは。例えば、フリースクールっていう、学校にちょっと行けない子とか、行きたくても行けない子もいるんですけども、その子の、居場所があるので、そこであったりとか、あとは子供食堂って形で、よく自分にとってはそういう両方ともかわいそうだからとかじゃなくて、子供が子供らしく行ける居場所だと思っていて、そこの来ているお兄さんというか、親戚のお兄さんみたいな形で自分は関わって活動しています。あれですね。体力が厳しいですけど、めちゃくちゃいろんなことされてる。ないですよね。自分の中でも何かしら体力がちょっと非正規になって、戻ってきたなって感覚があるので、だからといってちょっと正規に戻るのもあれかなっていう、調整期間も込みで、自分のできることでってことで、ボランティア活動も、してる、ということですね。
で、活動はね、積極的にこうされていく。ただ、その癌によってのこの、治療でね、その後体力の面でまだちょっと不安を抱えられているっていうね、はい、栗浦さんでございますけれども、ここからですね、ちょっと、様々な項目に分けて、ちょっとお伺いをしていきたいなということを思っております。まず一つ目の項目に関しましてはこちら。はい。病院や治療の選択といたしまして、栗浦さんがこう、どのように病院やその治療の選択をされていったかっていうところ、シェアードディシジョンメイキング、SDM と呼ばれてですね、共同意思決定、一緒にね、医療者と患者さんでこう決めていこうよっていう流れにはなってきているのですが、こちらはですね、どのように治療を決めていったかっていうところに関しては、栗浦さんに関しては、まずクリニックで診断を受けて、そこからこの専門病院っていうのは、もうクリニックの先生がここに行った方がいいよっていう。そうですね。もう基本的にはもうクリニックの先生から、甲状腺のことなら、ここがいいよってところであったりとか、もう本当にそこだ、甲状腺しか使わないので、何かあったらってことで紹介されました。で、そこで行って、いろいろ検査した結果、癌とかいうことが分かっていき、その中で、まず甲状腺全摘をしようっていうのが、本当数日前にこう言われるわけじゃないですか。その時嫌だとかっていうのはならなかったんですか？もう嫌だって言えるような状況でもなく、入院するの分かってましたし、お医者さんに言われるがままというか、本当に何がいいんですかねっていう話すると、癌が広がってるからしましょうみたいな形で、お医者さんもちゃんと質問したら返してくれる方であるので、そこでもう言われるがまま、じゃあ、はい、受け取れますって感じで治療しました。はい。で、そしてこれはセットでやるんだよっていうことで、放射線のアイソトープ治療になっていき、そして転移があるかもしれないっていうことで、新しい追加で、そうですね。されていく。もうこの時も提案されて、転移があるんだったら、みたいな形で。そうですね。手術とかいう選択肢はなかったんですか？その、疑いのものを取っていこうみたいなものは、もう、甲状腺自体はないし、広まるかもしれないけどもってところだったので、一番リスクも低いし、飲むだけだから安心だよみたいなことは当時言われて、はい。そこを言われるがまま、はい。って感じでしたね。はい。はい。だから栗浦さんにとっては治療に関しては特に違和感なく先生の説明もしっかりしていて、そうですね。受け入れられたと。はい。いうことですね。はい。はい。そしてですね、ちょっと次こちらお伺いしていきたいのは、その辛かったこと、副作用や後遺症などっていうことなんですけれども、栗浦さんがね、この、一番副作用や後遺症で大変だった時っていうのは、いつになりますかね？最初の手術の甲状腺の全摘出したところでして、甲状腺の全摘出っていうのが、そこの甲状腺についている副甲状腺と呼ばれるカルシウムを出す臓器があるんですけども、そこも私の場合、4つあるんですけど、4つのうちもう3つ以上取ったっていうふうにお医者さんに言われて、なんで1個しかないので、当時カルシウム作る臓器がそれしかなくて、カルシウムを飲んでいかないと手足がしびれるかもしれませんってことは前に、手術の前に言われて、それが顕著に出て、夜中、手足がしびれたりとか、顔が顔ばってしまって、何しろ仮面が取れるような感覚というか、もう私も表現できないですけど、顔がすごいピリピリしてて、もう手足がピリピリしてる。金縛りのような、なんでしょうね。そういうのがずっと入院中続いてたっていうのが後遺症として辛かったです。はい。そっか、カルシウムが足りなくなるっていうことなんですね。そっか。じゃあ、今もカルシウムのやつは？今はもう必要なくなって、今は服薬で、その甲状腺の数値を上げるためのホルモン剤だけは飲んでるんですけども、たまに自分で足りないなって思った時には市販の牛乳であったりとか、カルシウムが入っているものを飲むことによって自分の中でも調整しているっていうところになります。はい。今ホルモン療法をされている、毎日お薬を飲まれていることで、そこのカルシウム不足っていうのはある程度軽減されていると。はい。必要だったら取るしっていうことなんですね。しびれたりとかするのはね、それはちょっと怖いですよね。はい。そして次ですね、こちら、家族のことに関しまして、ちょっとご家族の話がね、ちょっとフィリピンで生まれてって言ったところが一番ちょっとですよね。すごいインパクトが大きかったんですけれども、お父さんとお母さんとお姉さんがいるんですよね。はい。
当時がんのことは、ちょっともうすぐ逐次家族に共有してた感じですか？そうですね。もう真っ先にクリニックに行った方がいいって言った母には相談していて、で、その後に父に相談して姉にも相談するって流れになるんですけども、実は父と姉も自分が橋本病っていう風に診断されたクリニックに通っていて、なんでもう知ってるよみたいな、もう検査してきなよっていう風に言われるぐらい緩くて、あとは姉に関しては、その大きな病院の方にも実は通っていて、へえ。なんかね、今、半年に1回通っていて、なので、あそこの先生面白いよねって言って、で、その主治医の先生で、自分も面白いと思ってるから、面白いって話してたら、たまたま主治医が同じだったっていうぐらいお姉さんと主治医が一緒だったっていうこと？そうです。へえ。なので、たまに比較されます。なんかお姉ちゃん元気とか、そう、逆に姉が行くときには、弟、今こういう治療してるよとか言ってるらしくて、なんかそういう話をたまにします。はい。お姉さんもなんか甲状腺系の何かそうです。疾患を持たれてる？実は同じく甲状腺がんで、そうなんです、実は。もう言っちゃいました。けど、そうなんです。で、姉の場合は甲状腺の全摘出をしなくて、半分だけ実は取って、なので、私みたいに実は薬飲まなくても大丈夫だった体になったんですけども、ただ経過観察って形でずっと薬はいらないけども、病院には行ってくださいねっていう形になってます。そうなんですね。実は。そっか、ご兄弟でっていうことで。どちらが先に、お姉さんの方がそうです。先に？姉が先に、見つかりました。で、あれじゃないですか、なんかお姉さんにこう、いろいろ聞けることもあったんじゃないですか、治療に関して。あったんですけど、ただ手術だけ姉はしてて、アイソトープ治療に関しては、私もなんかてっきりなった時、自分がなった時に、アイソトープ治療することになったんだけど知ってるって言ったら、姉は、そのさっき言ったように全摘出っていう全部取られる必要なかったので、してないよって言われて、だから知らないから逆に教えてって言われて、先にやったはずの姉の方が知らなかったって思って、びっくりしました。そうだったのか。そして治療中とかは、もちろんご家族、お父さんお母さんの支えっていうのは結構どうでしたか？すごく支えになりました。本当に何でしょう。なんか全摘出した時にすごく思ったのが、なんか本当に産んでくれてありがとうって思いましたし、別に死ぬような手術ではないですけども、それこそ後遺症が出て手足が痺れて、夜中すごい辛いってことがあったんですけども、本当に何でしょう。なんか本当に今までありがとうねみたいな、死にはしないけど、なんか今のうちに感謝伝えないと一生後悔するんじゃないかぐらい親には感謝していますし、なんかそれはすごく感じました。そっか。そのね、やっぱ大きなね、手術って言っても生死に関わる、関わらない、関わらずね、自分にとっては大きいことですよね。でした。その時に家族のね、こう、大切さというか、ありがたさを、感じたというですね。そしてですね、次はこちら。恋愛結婚のことなんですけれども、当時お付き合いされてた方はいらっしゃいましたか？当時はいなくて、ただ好きな人はすごくいて、実はもう長い間、いいなっていう人はすごく、いて、そういう方はいます。ただその中で、癌ということを、じゃあこう、思いを馳せる方といたときに、伝えるって伝えるタイミングとかありました？もう告知実は受けた時に絶対に伝えようっていうふうに思っていて、というのもその方も理解ある方なので、もう言っても多分ポジティブなことしか多分書いてこないんだろう。でもむしろ当時はポジティブな言葉が欲しかったから、一方的にその方に連絡したら、案の定ポジティブに書いてきて、なんかいい経験になるから、絶対に決して無駄なことはないから、頑張ってきてみたいなことを言われて、やっぱこういうのいいなって思いながら、なってました。だからちゃんとポジティブ話してね、そういうポジティブにもらって、より治療頑張れよう、そうですね。と思えたっていうことなんですね。そしてですね、次はこちらになります。学校のことといたしまして、あれですよね。だから栗谷さん、大学院生だったんですよね。大学院で、本来であれば、告知受けたその年度に卒業予定だったんですけども、今実は休学中って形で、治療してる間はちょっと無理だろうってことで自分も思ったので、今休学をして、2年間ちょっと休学してしまってるので、
本来大学院で2年間で卒業できると思うんですけども、なんか大学生のように今実は4年目になってしまってるっていうのがあります。はい。そっか。は休学、やめるという選択肢はなかったですか？まあ半年だけなので、じゃあまだ、体力戻ってきたら、戻ってきていいですかっていうふうにゼミの先生に、まあ論文指導してくださって先生に相談したら、まあ、いつでも持ってるから、みたいなことはおっしゃってたし、あとは、一回ちょっと病んでしまって辞めたいんですけどっていうふうに言ってしまった時期もあるんですけど、でもゼミの先生に言われたのは、もう、書いたら添削するし、もうそれだけが、私の仕事だから、私ができることだからっていうふうに言ってたので、じゃあまあこの先生のもとだったら、まあ論文添削もしてもらったりとかもあったので、まあその自分のやりたいこともちゃんと実現してから卒業しようっていうふうに思いました。じゃあまあ先生と相談しながら、まあ休学っていうふうなことをこう考えていくっていうことなんですね。だからあと半年、今年度卒業？そうですね。なんで今4月から8月までが1学期みたいな形になってたんですけど、9月から復学して、で3月に卒業式を迎えられるような形で今休学とあと復学申請っていう形で出して、はい。最後論文書いて終わり？そうですね。論文書いて、あと審査がある。大学院ってそういう公の下で大学院の関わっている先生の下でこういう論文を書きますので、でこういう内容になってますっていうのをまあ、試験みたいな形であるので、そこを受けて合格受ければ合格、まあ、卒業っていうふうに。卒業っていうのが、はい、資格をもそうですね。そうですね。はい。そっか、今そういう形なんですね。はい、だから今は休学されていてというところで。はい。そして、その中で次こちらお仕事のところっていったところなんですけれども、お仕事ね、まあ治療の中でやっぱりこう、まあ体力的な部分もあり、ね、まあ任期満了はね、まあ任期満了ですけれども、やっぱこう転職していった中での退職、そして、学習指導要員になっていくっていうところ、お仕事に関してどうですか？やっぱこう治療との兼ね合いっていうのは、やっぱクイビアさんにとってはちょっと大変なところですかね、やっぱり。そうですね。ちょっと前職の時に、まあ、さっき介護してたっていうふうに言ったんですけども、それが本当に一番自分の中でも、身体的にも精神的にも、ちょっと辛かった時があって、というのも、ちょうどまあコロナにまあ2回目になったよっていうのがあったんですけど、コロナだったら、皆さん知ってるコロナウイルスにかかったんだ、熱が出たんだねっていうふうに言われるんですけども、私がその後にアイソトープ2回目してるっていうふうに書いたんですけども、アイソトープって何みたいな。それでなんか治療したのは分かったけど、そう。で、私なんかアイソトープした後に実は倦怠感がすごく強くなってしまって疲れやすさが出てしまったんですね。なので疲れてしまってとか、朝ちょっと起き上がれなくて、ちょっと体力がないので休みしたいですっていうと、まあ仕事の人からすると、仕事行きたくないだけでしょとか、ちょっと甘えたいだけでしょとかって言われてしまって、私の中ではそういう治療の中でね、なんか疲れが出てしまってるっていうのは分かってるので、それを伝えたら、なんかそれこそなんか20代で若いのにもっと体力ないのかよとか、ちょっと言葉のないことを言われてしまって。言われちゃったんですね。それがちょっと辛かったなって思った時もありました。20代なのに体力ないのかよって。そんなんね、治療したらそら、ご自身がね、治療されてみてくださいよって話ですよ。そうです。そうです。そっか。それがちょっとあったかなって。まあでも今は、学童指導員って形で、学童の先生やってる時は、こんな風なんですっていう風に言うと、まあいいよみたいな、休みたい時に休んでいいよみたいな形で融通聞かせてもらえてるので、はい、今はすごく満足しています。そっか、全然あれですね。やっぱ業種によって、まあ業種なのか職場によってなのか。職場かな。職場によって全然やっぱ対応が違うんですね。まあでもその方もね、多分期待してたというか、自分が相談員をやってて、福祉について思いがある人だからこそ、なんか多分育てたかったんだろうなっていうのはすごく伝わってるので、まあ自分も体力もっとつけてれば、ね、免疫力も下がることもなかったし、倦怠感もそんな出ることもなかったかなって思うので、ちょっといい学びになったかなっていうふうに今はすごく思います。期待がね、高かった分っていうのもある。はい。今はだから学習指導
学習指導員で、はい非正規として今は体力にも問題なくそうですね。勤められているということですよね。そして、次はこちらになります。はい。お金や保険といたしまして、治療費の工面だったりどうしたのかっていうお話なんですけれども、まず民間の保険などは入られてましたか？入ってなかったんですよ、実は。20代ですよね。そっか。入られてなくて。じゃあ、治療費に関してはどう工面したんですか？はい、貯金で主にやりました。貯金で。それはご自身で、お仕事していった中でのお給料とかで負担していったという形ですね。はい。そして、次こちら。工夫したことといたしまして、治療中でも、今の生活でも構いませんし、工夫していることっていうのは、何かクイビラさんの中であったりとかしますか？はい。まず見た目なんですけども、もともと自分は首元が見える服が大好きだったんですけど、逆になって首元逆に隠そうっていうふうに思いまして、というのも、ここにさっき言ったように、一文字にここ手術の跡があるので、これだけで、何でしょう、私の自己紹介をしたくないというか、傷跡があって、なんで傷跡があるんですかってだけで、多分1分ぐらい間が空いちゃうというか、そう、実はこういう甲状腺の病気になって手術したんですってだけでも、せっかくいただいた時間とかある中で、自分のことをここまでで説明するのは嫌だなっていうふうに思っているので、隠してるわけじゃないですけど、あとは、今ね、夏なので、ここがね、チリチリになったらすごく首元が痛いので、そこは工夫しているところかなっていうふうに思います。そっか、じゃあ今、ちょっと襟元があるような、こういう、襟元で合ってます？ハイネックです。ハイネックのものを使ってっていうことで。そうですね。そこにやっぱみんな目は行っちゃうんですよね。はい。やっぱそういったところで工夫されているということですね。はい。そして、次はこちら。はい。情報のことなんですけれども、情報といたしましては、どういってね、がんの情報を仕入れたのか、もしくは、患者のつながりだったりとか、そういったところで情報を患者が行かれたりとかしているのかであったりとか、がんに関する、治療に関する全般の知識は、クイビラさんどうされましたか？主にはホームページとかもね、調べられるような時代になっているので、そこと、あとは、がん哲学外来ってところに毎月通ってまして。がん哲学外来、はい。っていう形で、がん患者の方とか、がん患者のご家族の方とか、あとはがんにはなってないけども、何か心配な方が月に1回集まる場所があるんですけども、そこに自分も1ヶ月に1回通ってまして、そこで同じようながんの方は、お一人ぐらいなんですけども、ただがんについての情報であったりとか、あとは甲状腺の疾患を持ってる方も何人かいらっしゃるので、その方に、一緒にお話しして、倦怠感が強くなると、本当に体力落ちるよねっていう、そのあるあるの話もしたりとかっていう中で、一人じゃないんだって思えるのはすごくあることは感じています。はい。なので、あれですね、がん哲学外来で外来って書いてますけど、別に病院で保険診療で治療するっていうわけではなくて、患者さんたちで集まって。そうです。患者会ですね、いわゆる。はい。サポートし合ったりとかっていうような会ですよね。はい。それ毎月行かれてるんですね。毎月、そうですね、行けるときに行こうって思ってて、で、実はそこのがん哲学外来って、カフェみたいな形になってるんですけども、自分がお手伝い今させていただく立場にもなっていて、そうなんですね。なので、ちょっと予定とか入ってしまったらあれですけども、基本的には自分の居場所となってるような感じにもなってるので、行くようにしています。そうなんですか。はい。だからそこで、出会われる方と、情報交換してっていうこともされているってことですね。そうですね。はい。ありがとうございます。そして次こちら、がんになる前と後で変わったことなんですけれども、なる前と後で一番何が、精神的にもしくは肉体的にもどちらでも構わないですけど、一番何が変わりましたか、クイビラさん。精神的に、もう自分がよりポジティブになってきたというか、何でしょう、がんになって、本当に
何でしょう、最初は受け止められなかったことももちろんあるんですけども、なんで自分がっていうのはあったんですけども、でも何かしら意味があるんじゃないかっていうふうに思えるようになって、さっきの団体立ち上げのところもそうなんですけども、何かしら自分が意味があって、この甲状腺がんっていうのをなってるんじゃないかってことがあるので、そこの中で、よりポジティブになったし、あと人の話、なんかもともと相談員をやっていたので、人の話は聞くようになってたんですけど、最後の1年が、その自分が甲状腺がんと診断された年と被るんですけども、その時に重たいケースの方も何人かいらっしゃって、その方の話がなんかより、何でしょう、聞こうというか、この方もなんか困っていらっしゃるから電話してきてくださってから連絡してくださってから、じゃあなんでこんなことをなんだろうとか、なんでしょう、より人の話をもともと聞いてなかったってわけじゃないですけども、もちろんより聞けるようになったかなっていうふうに思ったところですね。はい。よりポジティブになって、はい。より仕事に対してもこうよりこう邁進するようになった。そうですね。それ今も続いてます？そうですね。その姿勢は。学童っていう形で、子供のね、ところがありますけども、子供がなんか、わってなんか言ってるよみたいな形に捉えるかもしれないですけども、じゃあなんでその子は、何でしょう、わって言い始めたのかとか、あと、たまに泣いてしまう子がいるんですけども、じゃあなんで泣いてしまったんだろうって背景を考えることにして、で、その背景を考えると、実はこういうことだったんだってのを知れるようになっていて、なかなか、はい、そこは、元々の自分ではできなかったことなのかなというふうに思います。はい。ね、そういうふうな変わっていった、そんな中で、栗原さんのあの時の自分へといったところでですね、がん発覚当時でも構いませんし、治療中の時に、どのタイミングでも構わないんですけれども、ちょっと過去に振り返るであれば、その時にどういった言葉を、どのタイミングの自分にちょっと声かけしますかね？はい。辛いなって思った時に、休めっていうふうな言葉をかけたいなって思ってまして、休むっていうのは、別に決して甘えでもなく、休みたい時に本当に休んでほしいなってこともあるのかなと思うので、本当に自分自身なんかいろんなことを、がん告知受けた時にも、それこそ、さっきの話にも出たがん哲学であったりとか、いろんなところに出してたんですけど、毎回言われるのが、がんになったってことは、よく例えられるのが、人生の夏休みだよみたいな。だから休んでいい時期なんだよってことを言われてたので、なんか自分自身何かしなきゃっていうことを思ってたけども、休んでんだよってことは、全然決して甘えじゃないから、休みたい時に休みなっていうふうに自分に声かけたいかなというふうに思います。しっかり休んでも大丈夫だというところですね。そうですね。はい。そして次はこちらですね。大切にしたいこと、夢や目標などということでですね、今後何を大切に生きていきたいか、もしくはこういった夢や目標あるよっていったことあれば教えていただければと思います。はい。将来かけてやりたい夢はすごく大きいんですけども、ただ目標としてあるのは、もっと自分自身の、病気についてだったりとか、さっき立ち上げたっていう甲状腺の当事者の団体をもっとしてもらいたいなっていうふうに思ってまして、私自身もさっき言ったように甲状腺の疾患になると思わなかったですし、男性でね、甲状腺の疾患になる人もいるんだっていうのを自分自身も知れたので、何でしょう、他の人にもなんかそういう団体を通じたりとか、情報発信をしながら、甲状腺の疾患についてもっとより多くの人に知ってもらいたいかなっていうことは思っています。はい。ではもっと発信していくこともやってくださると。はい。その一環の一つとしてがんノートにも出ていただいて、そうですね。ありがとうございます。はい。そしてですね、ちょっとここからインフォメーションに移らせていただければと思います。まずがんノートですね、がん経験者さんのインタビューなどをユーモアを交えながら、暗くなりすぎずちょっとお話をしていくという番組となっております。家族や友人、学校や仕事、お金や恋愛、結婚、育児など、日常生活にフォーカスしたちょっと経験談をお届けしております。また、がん経験者リアルな生活という本もですね、出ておりますので、もしよかったら見ていただきたいのと、また、オーディブルなどでもありますので、こちらももしよかったらお聞きください。そして、ここまで見てくださっている方はですね、チャンネル登録してくださっている方も多くいらっしゃるかもしれませんけれども、まだの方はぜひ、登録していただいて応援してくださったりとか、高評価やコメントいただければ嬉しいなと思っております。はい、また、出てみたいよっていう方はですね、出演応募フォームがホームページにございますので、そちらから応募いただければと思います。クイビラさんもね、こちらから応募いただき、はい。なんか、出ようと思ったきっかけあるんですか？
自分自身がその全摘出して、その後に、ちょっと夜は後遺症に悩ませる時もあったんです。昼間に何かしら見ようって、情報を集めようと思った時に、たまたまその甲状腺がんになった、同い年ぐらいになったっていう、男性じゃなくて女性ですけども、女性の方を見てすごい元気をもらったので、じゃあ自分自身も何か伝えられるんじゃないかと思って、思い切ってポチってしてみました。はい。ありがとうございます。ね。なんか次は自分がね、与える側としてっていう風なところで、ぜひそういった方もお待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いします。はい。といった中でですね、あっという間の、最後になっていきましたけど、メッセージといたしまして、見てくださっている方、闘病されている方もいらっしゃれば、ちょっとね、親御さんであったりだとか、ご家族の方が見てくださっている方もたくさんいらっしゃいます。見てくださっている方へのメッセージといったところで、クイビラさんからこのメッセージをいただいております。大丈夫、そう信じてみましょうってことを伝えたいです。なぜ自分がそういったふうに考えたのかと言いますと、大丈夫って言葉には人という文字が3人隠れています。なので3人分心配してくださっている方がいますので、そう信じて自分自身大丈夫大丈夫っていうふうな、一種の暗示のような言霊のような形かもしれないですけども、そう信じてみることによって私も今入れるような感じがしています。なので皆さんもそう信じて生きていただけたら嬉しいなっていうふうに思ってこの言葉を書きました。そっか、大丈夫に人が3人いるっていう観点で見たことなかったです、僕。自分も見てなかったんですけど、とある方に、それこそ哲学アレに来てる方が、その哲学アレのタイトルも大丈夫っていう感じなんですけど、自分もその方に教えてもらって、人が3人いるんだからもう大丈夫だよね。見守ってる人いるんだからって言われて、自分もその言葉をじゃあ他の人にも書いてみようかな。3人はちゃんと周りで見てくれてる人がいるよっていうことなんですね。そう考えたことなかったな。なので、そう信じてみましょうということのクイビラさんのメッセージでございました。という形でね、眼脳と終わっていくわけにはなんですけど、どうでした？お話しされてみて。そうですね。自分の中でも整理しましたし、人生のこのグラフのところも、なんか自分ってその波があるんだなっていうのを改めて知りましたし、本当に貴重な視点でありがとうございます。いや、逆にもうクイビラさん、もっとガングンやってる方もいらっしゃるけれども、クイビラさんね、比較的まだ、しっかり穏やかに過ごされているんじゃないかなって、思いますが、それはね、もう人それぞれですしね、自分の価値観もありますし、ただ全然やっぱこの男性の甲状腺がんのお話っていうのは非常に貴重だと思いますので、また、患者会の方がね、また広報していいタイミングになりましたら、また、ご連絡お待ちしております。ありがとうございます。といった中でですね、これにて眼脳と終わっていきたいなということを思っております。皆さんまた次の動画でお会いしましょう。それでは皆さん、バイバーイ。